どうも、あずちゃんゲームズの DIY です。サイバーフォーミュラ RC 化計画、オーガ会開発プロジェクト始まります。ついに、オーガ会の完成を迎えました。自宅での試験走行で基本動作をクリアしたため、次のステップに移ろうかと思います。本格的なサーキットデビューです。ルプ主宅の走行ロケーションは、狭小性のウレタンサーキットを使用しており、走行環境としては一応整っていると言えますが、いざ、本格的な走りをしようとなると、さすがに手狭すぎて、性能確認にも限界がありました。隅々まで性能を確認したいのであればやはり公式サーキットです。ということでやってまいりました。ミニッツのウレタンコースを楽しめる神奈川県某所の MAR さんで試験走行です。実は、1年前にも訪れていて、その際は、手仕上げマシンであったニューアスラーダを走らせていました。あの頃のマシンは、出来があまりにもひどく、長く走ることができなかったため、収録すらも諦め動画化することなく終わってしまいました。以降は、マシン性能向上のための、設備検討やら設計案作成などに追われて、通うこともままならず、操縦テクニックを磨くことなく、だいぶ経ってしまいました。マシンは、だいぶ良くなった気がしますね。問題は操縦者の連度。かなりふらついていて安定しませんね。まっすぐ走らせることもできない。この日はかなり空いていたため、自由に走らせることができました。店長さんも、撮影を快く許可してくださいましたので、思う存分練習しましょう。にしてもこれだけ広いと速度も乗るし、様々な曲率のコーナーもあるため、マシンの素性をたくさん引き出せ、そうですね。数分走らせ、定期的にマシンの状態をチェックしながら1時間試験走行を行いました。自宅コースと違って速度の次元が高いです。見ての通り、頻繁に衝突もするので、自作パーツが破損していないか色々気になっていきます。破損の不安よりも、後陣性レジンがどれだけ耐えてくれるのかが知りたいので、破損の有無に関わらず、多くのデータを回収していきたいと思っています。強いて不安要素を述べるなら、ルプ主は自作マシンしか操縦したことがないので、自分の実力位置が不明です。下手なのは、マシン製作なのか操縦スキルなのかを確かめづらいのが、この計画の難点ですね。できるだけ長時間試験走行することで感覚をつかんでいき、マシンの問題点をブラッシュアップしていこうかと思います。実は、試験走行前日にあるパーツを発注していました。ジャイロユニットと呼ばれる電子デバイスですね。ミニッツは高速走行する RC マシンです。その速さから、操縦性がかなりシビアとなっているため、慣れない間は、走行中にスピンしたり、ふらついたりなどがよくあります。このジャイロユニットは、走行中の姿勢変化を感知して、自動的に姿勢を安定させる能力を持っています。本体はかなり小さいです。感度を調整する工具も入っていますね。早速ジャイロユニットを取り付けていきます。オーガのボディ形状的に内部空間の確保が難しいです。幸い、ジャイロユニット自体が極小サイズであるため、多少空間のあるサーボモーターマウントあたりに取り付けることとしました。という感じで、足りない実力をカバーする保険もかけておいたのでした。それでも、まだ直線でふらつくため、ジャイロの感度を上げていきます。感度調整は、RC システムの本体ユニットについています。調整用のダイヤルを直接回して感度を上げていきます。多少マイルドになったかな？それでも蛇行操作を行うと、なんだか舵が固まったような挙動を繰り返します。この後も何度かジャイロ感度を調整していきましたが、直進安定性の完全な解決とはいきませんでした。ルプ主のマシン設計に問題があるかもしれませんね。帰宅後にステアリング構造を解析することとしました。帰宅、早速ステアリング構造を見てみました。破損は全く見受けられませんでした。ただし、パイロットとそのジョイントに摩耗によるガスが溜まっていました。ミニッツを普段からいじっている方であればお気づきかと思いますが、このタイロットは狭小純正のものではありません。このマシンに合わせてルプ主が製作したオリジナルのタイロットとなっています。設計段階では純正パーツで動作するように考慮していましたが、動作問題を解消していくうちに
純正パイロットでは操舵が効かなくなっていくことが判明してしまいました。ステアリング構造はサーブを除いてミニッツのものとは全く異なる構造となっています。そうなると、どこかで不都合のしわ寄せが集中するのは明白でした。この場合、それがパイロットに集中したということで、急遽、干渉と動作シミュレーションを行って、最適なパイロット形状を導き出し、出力することとなりました。試験動作では問題なく操舵できたため、これで大丈夫だろうと思っていましたが、他にも問題点が潜んでいたのです。フリクション問題です。ルプ主製パイロットは後陣製レジンで出力しました。連結するナックルとシャシーも同様の素材を使用しています。そして後陣製レジンの特徴なのですが、かなり表面がざらついていて摩擦が強いです。この摩擦がサーボに強い負担をかけており、左右操舵などの蛇行中に引っかかる現象が発生。これにより舵が固まったものと推察されます。ミニッツの純正パーツはナイロン系のような表面の摩擦係数が低い素材を使用して、この問題を解消しているようですが、ルプ主の持ち得る機材では、ナイロン系のパーツを製作できないため、材質で摩擦問題を解決することは難しそうです。何かいい方法はないかと調べてみたところ、こんなものを見つけました。こちら、タミヤにて販売している VG フッ素コート剤なるものです。マシンの修道部に塗布することで、材質に潤滑物質が浸透していき、かなりの長期間摩擦を軽減する効果を得られるとのこと。本体には、取り扱い時の注意事項など特筆されていませんでした。果たしてレジンに使用していいのか、そもそも効果を発揮できるのか。全くもって未知の領域ですが、フリクション問題を解決できるなら手段を選びません。迷わずトライです。パイロットと接触する部分をすべて脱脂洗浄します。そうするように指示されているわけではありませんが、やった方がいいかと思い、念のため清掃します。しばらく乾燥させた後にフッ素コーティング剤を塗布していきます。パイロットと接触するすべての部分に塗布していきます。適量の指示も特にないため、ハケに乗るだけの量をまんべんなく塗布していきます。塗布を完了させ、再度組み直しました。スムーズに動いていますね。大抵の場合、自作マシンの動作は、この段階でスムーズです。再度、試験走行で様子を見ないと改善されたかどうかははっきりしません。やはりサーキットで実践ですね。ついでにモーターも交換することとしました。こちら競商にて販売されているブラシモーターです。公式チューニングパーツの中ではハイパワーハイトルクなブラシモーターのようです。なんでモーターを交換するのかというと、一言にトルク不足を解消したいといった狙いがあります。この大高は 270g とかなり重量級なマシンとなります。市販のマシンがどれだけの重量かわかりませんが、サーキットで他の人のブラシモーターマシンと動きを比較するとかなり重そうな感じがしました。これでもパーツの軽量化は最大限考慮して製作していましたが、トルク不足感を拭えなかったためモーター交換に至ったわけです。後日、再び MAR に参りました。果たして改善の効果は出たのでしょうか。おお。ちょっとふらつきますが、だいたい安定して走れていますね。多少慣れてきました。マシンのおかげと思いますが、走りもスムーズになってきましたね。アンダーステアを気にしてオーバーステア傾向に調整してきましたが、それが直線になると敏感な反応となって現れているようです。タイトなコーナー群ではこの調整で問題なく走るのですが、ストレートにおいてはステアリングに集中しないとスピンします。完全にスロットルを解放することができません。これだけ走ることができれば、あとは使い手の腕次第な感じがします。というわけで、大賀開発プロジェクト、今回の試験走行にて計画成功とします。
大賀会は、現段階で完成形としますが、当プロジェクトのノウハウをベースとして、さらなるマシン開発を計画中です。というか、現在進行形でベースマシンを製作中です。大賀会によって見えてきた性能向上ビジョンを新型マシンに投入して、プロジェクトの新たな一幕にしようと目論んでいます。どのようなマシンとなるかは、次シリーズのお楽しみです。最後に、試験走行と撮影にご協力いただきました MAR 様の紹介を軽く行います。MAR は、神奈川県厚木市にある秘密基地です。ルプ主のように、ミニッツレーサーを走らせたり、ミニ四駆コースで持ち寄ったマシンを走らせたり、サバイバルゲームで用いるガスガンの試写場や、映画鑑賞などができるフリースペースもあるようです。ルプ主にとっては楽園のような場所です。お店に関する詳細は、概要欄に、ブログと Twitter のリンクを載せておきますので、気になる方は覗いてみてはいかがでしょう？ということで、本日のお話は以上となります。いかがでしたでしょうか？それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございますです。ちなみに、大賀会の後日談となりますが、ある日の走行中にボディが破損しました。リアにクラックが入った程度ですが、やはりプラモデルベースだとこうなりますよね。次のプロジェクトでは、ボディ強度も課題となりますね。